さんこんにちは、しーまゆです。今日は波乱万丈体験から考える理想の食生活についてお話ししていきたいと思います。皆さんはこんな生活ができたらいいなと考えることはありますか？経営者の方や事業開発担当の方など、新しい商品を生み出すことを仕事にしている人以外は、もしかしたら日々生きることで精一杯かもしれませんね。すべてのものは二度作られるという言葉があるように、未来は想像できて初めて想像できます。理想を詳細に描いてみないことには、理想の現実はやってこないのです。それと同時に、闇があるからこそ光がわかるというもので、理想を考える上でネガティブな体験というのはとても役立ちます。そこで今回からはいろんなテーマについてネガティブな体験と理想をセットで深掘りしていきたいと思います。なぜ今回は食生活なのかというと、マズローの欲求段階に従って生理的欲求から自己超越欲求まで順番にお話しした方が自分事として考えやすいかなという勝手な憶測です。ということで今日は第1弾、生理的欲求の中でも一番わかりやすい食欲についてお話ししていきましょう。SDGs で言うと2番飢餓をゼロにと6番安全な水とトイレを世界中にの目標に関するお話です。それでは早速、食事における現在の日本の平均と私のネガティブな体験談をお話ししたいと思います。まず日本に住む平均的な人で考えると、ご飯は毎日1から3食普通に食べられて、水も最低限水道水は満足に飲めるのではないでしょうか。でも日本の中にもご飯も水も満足に飲み食いできないという人たちも少なからずいます。それぞれのデータはいろんな方が調べて記事や動画にしてくださっているので、私はお話ししません。また時間のある時にリンクをまとめたいと思っているのでお待ちください。ちなみに私の現状は、ご飯は前回の動画でお話しした通り、1日500円分のおかずと白米と味噌汁、飲み水は浄水器やウォーターサーバーを買うお金がないので、水道水という感じで、日本の平均のちょっとしたあたりだと思いますが、過去を振り返るとそうでもありませんでした。子供の頃は胃腸が弱くて、すぐにお腹が痛くなったり吐いたりということが日常茶飯事でした。特に小学生の頃は毎日謎の腹痛に悩まされ、ご飯をろくに食べられず、成長期の子供であるにもかかわらず1年で1キロも体重が増えないということがありました。アイスを食べられるのは1年に1回、本当に特別な時だけ。氷入りの飲み物は飲んだことがない、そんな珍しい小学生でした。小学4年生の時の運動会の写真で、これ途中から足なくねという写真があるんですが、足が細すぎて心霊写真に見えるという衝撃で今でもよく覚えています。私的に面白くて公開したいので、今度実家から送ってもらいますね。こうやって今は笑い話ですが、当時の母親は本当に心配していましたし、通院もしなくてはいけなかったりで、自分自身も辛かったのを覚えています。いつでも食べたいものを食べたいだけ食べられるっていいなぁと、いつも羨ましく思っていました。中学生以降は通院のおかげで胃腸もだいぶ強くなり、今では普通に食べられるようになりました。ですが去年の本当にお金がない時に、雑草とまではいきませんが、1日におにぎり1個とうまい棒、もしくはチロルチョコ1個しか食べられないという状況が1週間ほど続いた時がありました。その時も本当にしんどくて、お金を何とかして久しぶりにがっつり食べたいものを食べた時、涙が出てきたのを覚えています。日本の平均的な人にとってはあまりない話かもしれませんが、身体的な問題もしくは経済的な問題、どちらが原因だったとしても、食事を満足にできないというのはやはりストレスですし、何より健康に良くないだけでなく、行き過ぎると命にも関わる問題ですよね。それでは次に理想の食生活を考えていけたらと思います。皆さんはどんな食生活が理想ですか？私は
どこでもいろんな国の出来たての食べたい料理が食べられて、腹8分目で幸せになれる。そしてついでに食べるものが健康にも地球にもいい、そんな食事が理想だなと思います。100% ビーガンというわけではありませんが、植物性の食べ物を中心に自然栽培や無添加の食材を使った料理がメインの食生活を送りたいなと思っています。肉や魚やファーストフードやジャンキーなお菓子なども普通に好きなので、食べたい時には食べますが、ちなみに私はお弁当があまり好きじゃないんですけど、皆さんは好きですか？お弁当って汁気の多いものや出来たてのものって食べられないじゃないですか。それがあんまり好きじゃなくて。なので理想は家事代行の人に料理してもらうか、外食するか、たまに自分で料理するけど食器洗いは家事代行の人が全部やってくれるかがいいなと思っています。あと私は食べ物自体だけでなくて、食器や調理器具や空間も大切にしたいと思っています。外食ではそれが当たり前ですが、家ではなかなか満足にできないのが一般的ではないでしょうか。常に料理に合ったおしゃれな食器を使いたいですが、いろんな料理に合う食器を買うともったいないので、サブスクレンタルサービスで使いたい時だけ使えるようにしたいです。調理器具も同じで、いろんな料理に使うものをすべて揃えるのは大変なので、サブスクレンタルサービスがいいですね。それと空間は清潔で整っていておしゃれな状態に保つために、インテリアコーディネーターの知識のあるような家事代行の人に来てもらうというのもいいなと思います。それと忘れてはいけないのが水です。水は生命の源ですからね。コーヒーやジュース、お酒ばっかりで水はあまり飲まないという人も多いかもしれませんが、私は体質改善の指導をしていた経験から、コーヒーやジュース、お酒などよりも水を飲みたい派なんです。なので安心安全で高性能な水をどこでもしっかり飲めるのが最強だなと思っています。家にウォーターサーバーか浄水器が欲しいですし、外出先でも水を飲みまくれるサービスを使いたいです。私は最近外出するときは基本的にチェーンのカフェにすぐ入ってしまうので、カフェで天然水か浄水器の水の飲み放題メニューがあると最強だなと思います。チェーンのカフェによってはペットボトルの天然水を売っているところもありますが、それだと量が限られているし、ペットボトルのゴミが出るし、だいたいセットでフードとかを頼まないと買えないことが多いので嫌なんですよね。だからコーヒーの S サイズと同じくらいの値段で飲み放題が最強だなと思います。でもよく考えてみると、ウォーターサーバー付きのシェアオフィスを借りればいい話かもしれませんが、たくさんの妄想を繰り広げてしまいましたが、これらの理想を実現するためには、私自身のお金の問題だけでなく、世の中のサービス提供が追いついていないという問題もありますよね。さらに世の中は複雑なので、謎に満ちているいろんな問題があります。皆さんは今からお見せする問題の真相をいくつご存知でしょうか？野菜の栄養素不足、食品添加物の安全性、電子レンジや IH の安全性、食肉・乳製品の不都合な真実、農薬の安全性、遺伝子組み換え作物の安全性、農家からの搾取、フードロス、水道水の危険性、水不足とその原因、水をめぐった戦争。何個の真相を知っていましたか？正直私も真相を知らないものが多いです。これらの問題を解決して初めて全ての理想が叶うと思うので、他のメディアや YouTuber が取り上げていないものを深掘りして皆さんにお伝えしていけたらと思っています。さて、いかがでしたでしょうか？美味しくて便利で見た目もおしゃれで健康にも地球にもいい食事、これらが叶うのが理想という結論で締めたいと思います。幸せになりたくないというド M の人や、今のままがいいという保守的な人でなければ当たり前すぎる話だったかもしれませんね。最後にステータスウィンドウをチェックして終わります。 SDGs レベルについては、話題にしたらレベル1アップ、実践したらさらにレベル1アップ、そして一つの行動を継続的に実践し続けていたらさらにレベル1アップ、
一つの行動の継続的な実践をやめたらレベル1下がるというルールで今日から更新していきます。今日は2番と6番についてそれぞれ話題にしたので、2番と6番がレベル1ずつアップです。やったー。はい、ということで今日は波乱万丈体験から考える理想の食生活についてお話ししてきました。ここまで動画を見てくださってありがとうございました。この動画が良かった方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。